こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日は我が家の節約ハックについてお話ししていきたいと思います。私は1年半前から節約生活をしています。なるべく安いものを買って、なるべくお金を使わないように日頃から意識しているんですが、そんな中でこれを買ったらすごく節約になったというものがありました。今日は買うと節約がはかどるアイテム、私なりに厳選してご紹介していきます。それではスタート。一つ目、これは王道中の王道、それでもやっぱり欠かせないこのアイテムです。水筒。皆様使われていますでしょうか？私は1時間以上外に出る日、必ず持参します。水筒のおかげでコンビニに寄らなくなり、ついでのお菓子も買わなくなりました。1回あたり500円の節約ですが、このちりつもはとても大きい。水筒生活めんどくさそうなんだよなって思われた方、これを使えばめんどくさいが吹き飛ぶかもしれません。素晴らしい水筒はいろいろあると思うんですが、私が使っているのはこれです。なんといっても洗いやすくて楽。よく見かけるものは内部にパッキンがついていたり、コップがついていたり。ですがこの水筒には付属品が何もありません。本体と蓋のみ。なので洗い物が2つしか出ないんですよね。このシンプルさが素晴らしい。時間がないって急いでいる時も、とにかく何かを入れて蓋だけをすればいいので、一瞬で準備が完了します。これ実はパッキンがないわけではなくて、蓋と一体になっているので、中身が漏れる心配もありません。本当にありがたいです。節約は楽できる水筒選びから。皆様のお気に入り水筒があったらぜひ教えてください。節約がはかどるアイテム2つ目、鉄のフライパン。今までずっとテフロンのフライパンを使ってきました。だけどどんな有名メーカーのものでもテフロンって剥がれるんですよね。頑張っても1年半くらいでダメになって、また買い替えかっていうのを繰り返してました。買い替えのループから脱却できたのは鉄のフライパンのおかげです。鉄って使うほどにどんどん使いやすくなるよって聞いてはいたんですが、これ本当でした。今が一番油が馴染んで使いやすいですし、焦げつくこともほとんどありません。そして肝心な寿命は半永久的。もう買い替えなくていいというのが嬉しい点です。かなりの節約になりますよね。ですが不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。重くないかなとか、お手入れ難しそうだなとか。技術はどんどん進化してまして、軽い鉄のフライパンあります。このフライパンも薄くて軽いです。それからお手入れ。私はこれが一番不安だったんですが、驚いたことにテフロンより鉄の方がお手入れが楽。私はそう感じています。まず洗剤を使わなくていい点が楽。お湯をかけてたわしでこするだけです。そして気を使わなくていい点も楽。テフロンは空炊き NG ですが、鉄は思いっきり空炊きして OK。 そしてテフロンは表面を傷つける行為は絶対に NG ですが、鉄は硬いヘラで焦げを削ぎ落として大丈夫です。ここまでは鉄フライパン優勢という感じですが、唯一シーズニングという作業がテフロンより面倒かもしれません。シーズニングというのは使用後に油を引くことです。
初めのうちは毎回使用後にシーズニングが必要なんですが、油が馴染んでしまえばシーズニングはいりません。目安ではありますが、毎日フライパンを使う我が家の場合、だいたい半年ぐらいでシーズニングがいらなくなりました。鉄フライパン気になるなぁ、でも勇気いるなぁと思われた方、金額はピンキリなんですが、これだったら3000円ちょっとで買えるので、お試しというぐらいの気持ちで買ってみるのもいいかもしれません。3つ目、ほうき。時代に逆行しているようですが、ほうきって意外と便利じゃんというのが私の率直な感想です。これはだいたい4000円程度で購入して3年半毎日使っています。懐かしいフォルムですよね。我が家の場合、まずほうきでゴミを集めるんですが、集めたゴミはちりとりではなくて掃除機で吸い取っています。ちりとり使おうと思っていたんですが、床とちりとりの間に入るゴミ、あのもどかしさが私には合わなかったです。それでも掃除のメインはほうきなので、掃除機は1日あたり使っても数十秒程度。そのおかげか、5年前から壊れかけている掃除機が未だに使えております。数万円する掃除機の買い替えを減らせる節約になっています。ほうきの実力を私は舐めきっていたんですが、使ってみたらしっかりゴミを集められますし、軽くて小回りが利くので、階段や細い隙間も掃除しやすくて重宝しています。節約がはかどるアイテム4つ目、石鹸。石鹸のコストパフォーマンス、こんなに素晴らしいとは。我が家では2箇所で石鹸を使っています。食器洗い洗剤の代わり、それからボディーソープの代わり。私が使っているのは保湿力がある少し割高な石鹸なんですが、それでも年間5000円ほどは安く済んでいます。石鹸って乾燥するし手荒れするから使いたくないんだよなという方、お試しいただきたいのはこのマルセイユ石鹸です。過去動画を見てくださっている方はかなり既視感があると思いますが、変わらずこれを愛用しております。石鹸へのマイナスイメージをまるっとひっくり返してくれたのがこの石鹸です。界面活性剤不使用という点がまず嬉しいんですが、驚いたのはあまりにも多用途だということ。手洗い石鹸、ボディーソープ、シャンプー、食器洗い、洋服用洗剤、歯磨き粉。歯磨き粉って衝撃的ですよね。ちょっと歯を磨く気にはなれないんですが、口に入れられるものって思うと安心して使えますし、手荒れしにくい理由も納得です。ただ一点デメリットは匂いが独特。なので初めてお試しされる場合は香料付きを選ばれると問題なくお使いいただけると思います。5つ目、中古のもの。ここに来て抽象的になってまいりましたが、中古品の活用は節約の強い味方です。例えば洋服。実店舗で試着をして、これいいって思ったら、一旦フリマアプリで同じものがないか調べます。案外ほとんど使われていないのに、半額くらいで売られていることがある。これは買いです。それから本。基本は図書館で本を借りるんですが、その中でもこれは欲しいと思ったものはメルカリで購入しています。多くが本屋さんの7割引き。しかも割と綺麗な状態のものが多いです。これは使わない手はありません。あえてレトロなものを買うのも好きです。今では手に入らないデザインのものが随分と安いお値段で手に入れられたりします。中古品はそれだけではなく、
リセールバリューの高さも見逃せない点です。もし使ってみて合わなかったという事態になっても、大きな損をせずに売ることができる。これも節約の一つだと思っています。6つ目、美容院セット。実は私、ここ2年ぐらい美容院に行っていません。この美容院セットのおかげで年間5万円程度の節約になっています。まず使うのはこれ、市販のカラー剤です。市販のカラー剤を使えるなんて、きっと丈夫な髪をお持ちなんでしょうねと思われるかもしれません。ですが、私は今までどの美容院でも傷みやすい髪質だねって言われてきました。最初はおっかなびっくり挑戦してみたんですが、傷んで絡むとか髪が切れるというようなことはなくて、問題なく綺麗に染め上がっている感じがしています。参考までに傷まないように工夫していることが3つあります。染める前に髪全体にトリートメントをつける。2剤と呼ばれる液体を表示量より少なめにする。最後に髪を洗ったらトリートメントをしっかりつける。この3つだけでも染め上がりの髪の潤いが段違いになります。そしてハサミとケープ。これは最近買いました。先日初めて自分で髪の毛を切ってみました。自分で切る方法は YouTube で美容師さんが丁寧に教えてくれているものがあるので、概要欄にそのリンク貼っておきますね。こういうクリップを使うと切りやすいらしい。いやー、なかなか楽しかったです。初めてにしては綺麗に仕上がったのではないでしょうか。このケープは何も考えず真っ白を買ってしまったんですが、髪染めもされる方は断然黒がおすすめです。はい、ここからはもっとサクサク進めていきますね。7つ目、土と鉢。買うのは100均で OK。土と鉢を用意したら、ぜひ小ネギの根っこを植えてみてください。地味ではありますが、ネギ代の節約になります。そして見事な成長にも心が潤います。ポイントは根っこを長めに切って植えること。これだけです。小松菜なども簡単に育てられるそうなので、今年はトライしたいです。8つ目、私服になるパジャマ。少し視点が変わりますが、私服のようなパジャマを買う。これがおすすめです。例えば、無地の T シャツをパジャマとして使う。無地のボトムスをパジャマとして使う。そうすれば、寝るときのみならず、普段着の一着として使えて、その分普段着の枚数を減らせる。なので節約になります。9つ目、ミシン。数万円するミシンを買ったところで元が取れるだろうかって思っていましたが、元が取れるどころかかなりの節約になっております。ミシンを使ったのは高校生以来。私は直線しか縫えませんが、直線が縫えればいろんなものを作れます。エプロン、布巾、ズボンの裾上げ、カフェカーテン、バッグ。甥っ子の入園グッズを作らせてもらったのはお金に換え難い大切な思い出にもなりました。今更使えるかなって不安な方、最近のミシンには丁寧な使い方 DVD が入っているものがあります。なので大丈夫です。10個目、精製水とグリセリン。まるで科学の実験のようですが、なんとこの2つで化粧水を作れます。両方ともドラッグストアに売っているので買ってくるだけ。さっぱりとした化粧水に仕上がりますが、乾燥肌の私でもクリームをしっかり塗れば問題なし。
ヒアルロン酸などを加える方法もあるようです。我が家はこれで年間1万円以上の節約になっています。作り方はこんな感じ。ご興味のある方はぜひ動画を止めてゆっくりご覧になってください。以上、節約がはかどるアイテム10選。ここまでご覧いただきありがとうございます。使い方など詳しく知りたい方はぜひコメントで教えてください。私なりにお答えさせていただきたいと思います。これからも暮らしにまつわることどんどん配信していきますので、少しでもいいなと思ってくださったらチャンネル登録お願いいたします。それではまたお会いしましょう。